同級生の一家を惨殺した女。巧妙な密室殺人の裏に潜んでいた激しい嫉妬心とは。2003年12月29日、韓国ソウルコヨド。おーい、開けてくれ。仕事から帰宅した男性は怪げな表情で自宅アパートのドアを何度も叩いていました。いつもなら夕食を用意して待ってくれているはずの妻が、その日は一向に玄関に出てこなかったんです。仕方ないな。家の鍵を持っていなかった男性は妻と親しくしていた女性イ・インシャオに連絡することに。インシャオは妻の同級生で、その日もこの部屋に遊びに来ていたんです。そしてアパートへ駆けつけたインシャオはすぐにあることに気がつきました。ここから鍵が取れそう。その部屋で一箇所だけ開いていた小窓のそばには男性の妻のバッグが。インシャオが引っ張り出したそのバッグには確かに部屋の鍵が入っていたんです。急いで鍵を開け部屋の中へ駆け込んだ2人。するとそこでは妻と2人の子供が無残にも殺されていたんです。アパートの一室で起こった親子3人の密室殺人。即座に現場に駆けつけた同級生の疑惑とは。誰よりも親しく見えていた2人の関係、実は初めから友情など存在していなかったんです。おそすけんちゃんです。いやみよいかです。というわけで、やみおさん、はい。僕ついにね、来週キックボクシングのね、体験に行ってこようと思って。いよいよってあんたそれ言ったことあったかしら。いよいよ昔いよいよね。近所にキックボクシングのね、元世界チャンピオンがいたんすよ。なんてこと？いや、覚えてないです。覚えてないんですけど、歩いて5分ぐらいのとこ、たまたますげえと思って、そしたらもう汗かいたまま帰れるし、なんか汗かいたままさ移動すんの嫌じゃん。だから、めっちゃ、これ運命だなと思って。いいじゃないいいじゃない。だからちょっとね、体バッキバキのハンマーバキにしていこうかなと思ってますよ。あ、じゃあもうそういうバキバキになることが目的なわけね、キックボクシング。まあまあ、ちょっと男としての精神力を上げていこうっていう。闘争本能がね。僕のね、尊敬する軍神さんもね、キックボクシングでこう、男として自信がつくって言ってたんで、動画で。僕もね、ミーハーなんでちょっとやってみようかな。もう軍神教に入った方がいいわよ、あんた。いや、僕はその誰かを盲目的に信じるってことはないんですけど、僕がちゃんと理性で考えた上で軍神さんを尊敬してます。だから盲信ではないです。はい、本日ご紹介するのは韓国で起きた密室殺人事件について。犯人は被害者の高校時代の同級生で、なんと2人は親友だったというんです。密室殺人ってさ、推理小説の中だけの話なのかと思ったら、実際にそんな事件起こってんのね。コナンとかではね、たまにありますよね。現実世界ではね、あるにはあるんですけど、やっぱかなり珍しいんですよ。なのでね、担当した刑事も刑事生活20年の中で初めてだったというレベルなんですよ。一見して一家心中のように見えたこの事件。しかし現場には他殺と思わざるを得ない痕跡が多数存在していたんです。密室で奪われた命。2003年12月29日、韓国ソウルコヨドン。仕事から帰宅した男性はいつもは開いている自宅アパートの鍵が閉まっていることに気がつきました。あれおかしいな。おーい、開けてくれ。家の中にいるはずの妻パクさんにも反応がなく、男性はやむを得ず友人女性のイ・インシャオに電話をかけます。男性がインシャオに電話をかけたのは、その日インシャオが妻と会う約束をしていたため。事情を聞いたインシャオはまだ近くにおり、すぐにアパートへ。そしてアパートへ駆けつけると、彼女はあることに気がつくんです。ここの窓開いてるみたい。彼女が触れているのは、かろうじて手を入れられそうなその部屋の小窓。窓のすぐそばにはパクさんのハンドバッグが。インシャオがバッグを引っ張り出すと、その中には確かに家の鍵が入っていたんです。急いでドアの鍵を開け、その部屋へ駆け込んだインシャオと男性。するとパクさんの妻はその部屋の奥で洗濯物の紐で首を吊って亡くなっていたんです。おい、しっかりしろ。スカートを頭からかぶった異様な姿でドアにもたれかかっていたパクさん。夫は必死で呼びかけますが、彼女はすでに冷たくなっていました。そのすぐそばには顔にビニール袋をかぶせられ窒息死させられた生後10ヶ月の娘の亡骸も。さらに半開きになったクローゼットの中には風呂敷を首に巻かれた3歳の息子の遺体が。特に息子と娘は首と胸のあたりがぐちゃぐちゃに踏みつけられており、見るに耐えない状態になっていたんです。どうしてこんなことに。そこかしこに血痕が飛び交った室内で膝から崩れ落ちた男性。医師の状態にあったパクさんは心中を図ったかに見えました。医師って初めて聞いた。どういう意味なの？簡単に言えばね、首を絞められたことによる窒息死なんです。ただね、よく言う考察とはね、また違う意味なんで
です。というわけで本日のメトラーキーワード、意志について。意志とは自分の体重や物の重さによってロープなどの紐状のもので首を圧迫され死に至ることを指します。死体が宙吊りになっている首吊り状態のものは定型的意志、そうでない場合は非定型的意志という分類があるんです。今回の事件では宙吊り以外の方法で亡くなっていたため非定型的意志に分類されます。通常意志は実質において多く見られるため、この事件でもパクさんによる一家心中が想定されました。しかし現場にはいくつかの疑問点が残されていたんです。パクさんの夫が帰宅した際、部屋のドアには鍵がかかっており、窓も1箇所の小窓以外は全て閉められている状態。それに現場は7階のためベランダからの侵入などもまず考えられませんでした。3人の死は一見してパクさんによる一家心中。しかし警察の見立ては違っていたんです。これは一家心中ではなく実に見せかけた殺人だ。警察がそう考えた理由はパクさんの子供たちの遺体の状態にありました。先ほど説明したようにパクさんの娘と息子はそれぞれ何度も踏みつけられており、首や胸のあたりがぐちゃぐちゃの状態。一家心中で子供を殺すとなれば通常の親は極力苦痛の少ない方法を選びます。虐待の兆候がなかったパクさんが子供たちを散々に痛めつけて殺害しているのは明らかに不自然だったんです。確かに普通の親だったらさ、いくら心中とはいえ我が子の苦しむ姿見たくないわよね。知識不足でね、結果的に苦しい方法になっちゃったっていうのはあるかもしれないですけど、意図的にね、踏みつけて殺すみたいなね、そんなのはまずないですよね。なさそう。そしてこの密室殺人の犯人は意外なところに殺人の痕跡を残してしまっていたんです。一家心中の線に疑問を覚えた警察が最初に容疑者に挙げたのは被害者パクさんの友人インシャオ。それは彼女がパクさんの夫と同じく第一発見者だったため。そして取り調べの最中、警察はインシャオの不可解な行動に気がつくんです。さっきから手を気にしていますがどうされました？インシャオは警察と話をしながらもしきりに手元を隠そうとしていました。不審に思った警察が彼女の手を確認すると、そこにはまるで切り込みを入れたような不自然な傷跡が。インシャオは慌ててこう説明しました。彼女の家に行った時トイレを修理して怪我したんです。ところが警察が見たところ、パクさんの家のトイレに修理された形跡はなかったんです。インシャオが何かを隠していることを悟った警察は彼女の自宅の家宅捜索を決行。するとインシャオの自宅からは密室殺人の計画を記したメモが発見されたんです。確実に犯人はインシャオだけどさ、これって手の傷跡は何言ってんのと密室殺人の実際の方法も気になるわよね。それはねちょっと後ほどねお伝えするんですけど、そもそもパクさんと親友だったインシャオがなぜねそのパクさんの家族もろとも彼女を殺そうとしたのか。実はですね、親しいと思っていたのはパクさんの方だけだったんです。偽りの友情。事件から2年前の2001年、インシャオはネット上でとあるサイトを発見しました。何これ面白そう。インシャオが見つけたのは高校の同級生たちがやり取りしているコミュニティサイト。彼女は早速サイトに参加し、同級生たちとチャットでやり取りを交わすように。その中でインシャオにメッセージを送ってきたのが高校時代の親友で卒業後はしばらく疎遠になっていたパクさんだったんです。インシャオ久しぶり、今度お茶でもしない？インシャオはすぐに返信し、またパクさんとの交流を開始。2人は高校時代のようにたびたび一緒に出かけて遊ぶように。しかし楽しげに交流を交わす2人の様子とは裏腹に、インシャオは胸中穏やかではなかったんです。なんでパクなんかが私より先に結婚してるのよ。インシャオとパクさんは高校時代、傍目には確かに親友に見えていました。ただインシャオがパクさんと仲良くしていたのは実は単に自尊心を満たすため。彼女は地味なパクさんと一緒に行動することで自分の引き立て役にしようとしていたんです。しかし大人になった今、インシャオよりずっと早く結婚し幸せをつかんでいたパクさん。彼女を見下していたインシャオは嫉妬心を抑えきれなくなっていました。何その見苦しい嫉妬。本当にそんな理由でパクさん殺したの？実はね、インシャオがパクさんをね殺した理由っていうのは単に彼女の幸せそうなね姿に嫉妬しただけではなかったんですよ。インシャオとパクさんが再会して間もない頃、インシャオはホテルの一室である男と抱き合っていた。僕が一番に愛してるのは君だよ。インシャオに向かって優しく笑みを浮かべると、彼女と熱いキスを交わす男。二人はベッドの上で何度も何度も体を求め合った。そうして数時間が過ぎた頃、男とことを終えたインシャオは意味深な質問を投げかける。どうしてあなたは私のものにならないの？寂しげに問いかけるインシャオに、男は困ったような表情を浮かべた。簡単には決められないんだ。妻と子供がいるからな。そう、その男はパクさんの夫だった。インシャオはホテルの部屋を後にするパクさんの夫を見送りながら悔しそうに握り拳を震わせていた。パクみたいな女に彼はもったいなさすぎるのよ。あいつを殺して彼を完全に私のものにしてやるわ。ちょっとどんな動機かと思えばさ、同情の余地なんてみじんもないじゃないのよ。こんな意地汚い女に騙される旦那も旦那じゃないこれ。
このね、男も自分のね、妻と子供まで殺されるとはね、思ってなかったと思います。気になるのはね、インシャオがどうやって密室殺人を完成させてしまったのかっていうところなんですけど、トリックを知ると取るに足らない程度の仕掛けではあったんです。死のマジックショー。パクさんと再会して約2年後の2003年12月29日、インシャオはその日もパクさんに誘われ、彼女の自宅を訪れていました。ねえ、おばちゃんがいいものあげる。こっちにおいで。そう言ってパクさんの3歳の息子を子供部屋へおびき寄せたインシャオ。彼女はパクさんの目の届かないその部屋で風呂敷を使ってまだ幼い彼の首を思い切り締め上げました。とっさにクローゼットの中にパクさんの息子を隠したインシャオ。しかしここで想定外の事態が発生するんです。そう、死んだと思っていた息子はまだ生きていたんです。くそ、泣かれたらまずいわよ。焦ったインシャオはパクさんの息子をクローゼットから引きずり出すと、彼の首や胸を何度も踏みつけました。まだ柔らかいその骨を踏み砕かれたパクさんの息子はもう二度と動くことはありませんでした。やばすぎるこの女。どんだけさ親の方にめちゃくちゃ嫉妬してたとしてもさ、小さな子供を踏みつけにするなんてできなくない？普通に。どんな精神してんの？とっさの行動とはいえね、普通は躊躇しますよね。そして問題はこの次に狙われたパクさんなんです。洗濯物の紐で首を吊っていた彼女は傍目には実にしか見えないんですけれども、一体どうやって殺されたんでしょうか。パクさんの遺体をクローゼットに隠したインシャオは続けてパクさんにこう声をかけました。今からマジックを見せてあげる。そう言うと何気なくパクさんの顔にスカートをかぶせ、彼女の視界を奪ったインシャオ。10ヶ月の娘を抱えたパクさんはインシャオに導かれるままその部屋のドアに背中をつけもたれかかるような状態に。部屋の外ではインシャオが洗濯物の紐を引っ張ってきていました。その紐で輪っかを作ったインシャオは目隠しをした状態で部屋で待っていたパクさんの首元にその輪っかを通します。そして次の瞬間、ドア越しに思い切り洗濯物を引っ張ったインシャオ。彼女は玄関までその紐を引っ張っていき、そこに設置していた突っ張り棒に引っ掛けて固定。パクさんは娘を落とさないように抱きかかえたまましばらくもがいた後絶命しました。その後インシャオは10ヶ月の娘のことも残酷に踏みつけて殺害してしまうんです。娘が亡くなった後は心中を装うためビニール袋を顔にかぶせ、パクさんのそばにその遺体を転がしました。一連の犯行を終えた後、インシャオはハンドバッグと家の鍵を持って家の外へ。玄関の鍵を閉めた後でハンドバッグに鍵を入れ小窓から投げ入れたんです。密室殺人って言うからどんな巧妙な手口があるのかって思ってたけど、確かにバッグなら小窓から入れられるわよね。たまたまね、鍵の入ったバッグがね、一箇所だけ開いてた小窓のそばに置いてあったってのも都合良すぎますよね。2003年当時、韓国では警察の DNA 鑑定の技術が未発達だったため、この事件の物的証拠を見つけるのは困難かに思われました。しかしインシャオの手の甲には洗濯物の紐を引っ張った際についたまるで切り込みを入れたような傷がしっかりと残っていたんです。また彼女の自宅からは殺人計画のメモのほか、犯行に使われた半分に切られたペットボトルも発見されました。ペットボトルは洗濯物を引っ張る際に突っ張り棒に紐の跡がつかないようあらかじめかぶせておくためのもの。インシャオがそれらを自宅に残していたことが犯行の動かぬ証拠に。このようにずさんな部分は多かったものの、インシャオはミステリーに詳しいわけでもなく、入念に練られたその手口に警察は驚きを隠しきれませんでした。裁判において検察は残虐極まりない犯行内容からインシャオに死刑を求刑ですが、判決は無期懲役。インシャオがうつ病を患っていたことが考慮されての結果でした。コヨドン密室殺人事件と名付けられたこの事件は、素人が密室殺人を行ったという話題性もあり、2016年にメリスのタイトルで映画化。実際のインシャオの人格とは異なりますが、虚言を繰り返すリプリー症候群を患った犯人像が描かれ注目を集めました。インシャオは現在もチョンジュ女子刑務所に収監中。嫉妬に狂い同級生を家族もろとも殺害した彼女はこの先一生をかけてその罪を償っていくべきでしょう。同時に彼女が立てた入念な犯行計画には嫉妬の感情のエネルギーの底知れなさを痛感させられます。あなたも同じように人からの嫉妬で怖い思いをしたことはありませんか？あなたはわずか1畳ほどの空間から一歩も出られない生活に耐えられますか？2000年1月28日、新潟県柏崎市、保健所職員、市職員、医療関係者など総勢7名の男たちがある一軒家を訪れました。なんなんだあんたら。その家の2階にある一室で暮らしていたのはメガネをかけた坊主頭の男。男はなだれ込んできた面々に驚き、慌てた様子で怒鳴り散らします。あなたは入院が必要だと認定されました。やめろ、話せ。
職員たちに取り押さえられながらも必死に暴れ抵抗するその男。職員たちは彼を鎮静剤で眠らせ、どうにかその部屋から運び出しました。そして静かになった室内で、なんだあれは。その場に残った職員の一人は部屋の隅にあるベッドをいぶかしそうに見つめていました。ベッドの上にあったのは盛り上がった毛布の塊。その塊はまるで生きているかのようにもぞもぞと動き続けていたんです。その毛布の中にはなんと9年前に失踪した少女が潜んでいました。9年もの間見知らぬ男の部屋で監禁され続けた少女。なぜそれほど長い間誰も彼女の存在に気づかなかったのか。少女の監禁生活は少しのボタンの掛け違いで見逃され続けていたんです。おそすけんちゃんです。ヤミコです。ないんだ最初の闇は。まあ、ヤミさん、何やっぱね、やっぱり塩焼き鳥っすよ。塩焼き鳥、はいタレじゃなくて。タレじゃなくて。なんでそう思ったの？はい。近所に美味しい焼き鳥屋さんあるんですけど、ん。塩でしか出てこないことに入った後に気づいて、タレがないのその焼き鳥屋さん。タレあったかもしれないですけど、なんか嘘なんかもうちょっと塩しかねえのかと思ってちょっと食べたら出ようと思ったら全部うまくて、全部美味しいの。やっぱさ、大学生の頃なんてもうタレしか食わねえと思って生きてたんですけど、そう、タレの味しかしないわよね、それってね。結局なんか素材の味って塩だよねっていうね、今日はそんな話ではありません。本日ご紹介するのは新潟県で起きた少女監禁事件。この事件はですね、ニートの男がなんと少女を9年間も監禁し続けたという、もう想像を絶するような恐ろしい事件なんです。話はね、ちょっと聞いたことあるんだけど、もう概要を聞いただけで吐き気がするわよ、本当に。とんでもない気持ち悪い男だって言ってやりたいわ。そしてね、一番気になるのは、監禁した期間の長さっていうとこではあるんですよ。9年よね。9年だからもう高校3回卒業できるわ。この換算が言い得て妙ではないのは分かってますが、さらに気になるのは、なんで男はね、その少女のことを監禁しようと思ったのかっていう、その思考回路なんです。一体どんな男だったんでしょうか。監禁生活の始まり。1990年11月、舞台は新潟県柏崎市。平凡な一軒家の2階にあるその部屋で一人の少女がすすり泣いていました。彼女はまだ小学4年生の少女 A。A はベッドの上で両手両足を拘束され、身動きすら取れない状態。大声を上げて泣きたい気持ちを彼女はぐっと押し殺していました。そして、おい、うるさいぞ、静かにしろ。わずかなおえつを漏らしただけでも罵声を浴びせ殴りつけてくるその男。彼は A にいくつかのルールを敷いて、それを破るたびに殴る蹴るの暴行を加えるんです。そのルールとは、ベッドから降りないこと、大声を上げたり暴れたりしないこと。しかし A がいくらルールを守っていても、男はたびたび気まぐれを起こし、彼女を殴りつけました。どうしてこんなことに？この人は一体何なの？なんか聞いてるだけで辛すぎる。変な男に殴られて家族とご飯も食べれずに、普通の遊びもできないような生活をしてるわけでしょ。辛すぎないこれは。とてもね、正気を保てそうにもないですよね。そして真の問題は、この男が一体何者かということなんです。少女 A を監禁していた男の名は S。A を閉じ込めたこの部屋の主で、彼自身もほとんど外出しない生活を送っていました。S は父親が高齢になってから再婚した母との間に生まれた子で、非常に溺愛された生い立ちの持ち主。自宅2階の10畳ほどの自室も小学1年生の時に父親から与えられたもの。一方で両親の期待も虚しく、内向的だった S は人間関係に多数の問題を抱えていました。学校では友人ができず塞ぎ込み、卒業してからも就職先を研修期間中に投げ出してしまった S。 彼はそれから10年近く働かず、ほとんどの時間を自室にこもって暮らしていたんです。そんな日々の中で女性と接することもなかった S は1989年6月、小学校から下校中の女児を襲う強制わいせつ事件を起こしてしまいます。この時下された判決は懲役1年執行猶予3年。 S が少女 A と出会ったのはその執行猶予中のことだったんです。1990年11月13日、新潟県三条市の路上には下校途中の少女 A の姿が。何？突如、彼女の行く手を阻むように止まった一台の車。その中から現れた男は A にナイフを突きつけ、こう言いました。おとなしくしろ。声を出すな。この男こそ、この後少女 A に長い監禁生活を強いる S。彼は車のトランクを開けると、嫌がる A をその中へ押し込み、柏崎市の自宅まで連れ去ったんです。これ執行猶予中に思いっきり同じこと繰り返してるじゃないの。何これ、9年間それがバレなかったってこと？そうなんです。S はですね、当時世間で話題になっていたある事件を利用し、少女 A を言いなりにしていたんです。
少女 A が S にさらわれた後、帰宅しない彼女を心配した両親はその日のうちに捜索願いを提出。警察に学校関係者も加わった総勢200人で大規模な捜索が開始されました。しかし重点的に捜査されたのは少女の行動範囲である三条市。50キロ離れた柏崎市には目が向けられず、結局何の手がかりもつかめないまま捜査は打ち切られてしまうんです。そうやって世間が諦めの色を見せ始めていたさなか、自宅2階の自室で少女 A を拘束した S は怯える彼女に次のように問いかけていました。お前もあんな風になってみたいか？誘拐されて殺されちゃった女の子みたいに。この部屋からは出られないぞ。ずっとここで暮らすんだ。約束を守らなかったら山に埋めてやるからな。当時は折しも宮崎勉の連続幼女誘拐殺人事件が世間を騒がせていた時期、この事件を引き合いに出した S に少女 A は震え上がり、言いなりになるしかなかったんです。少女は本当に震えるほど怖かったでしょうね。小学生がね、こんな落とされ方したら従うしかないじゃない、それは。もうちょっと捜査網が広がってればとかね、いろいろ考えちゃうんですけど、そして真の問題は少女 A の監禁が9年間も知られなかったっていうところなんです。S が単にね、少女を言いなりにしてたっていうのが全てっていうわけじゃないんです。もう一人の被害者。動くなよ。すぐに戻るからな。監禁生活がしばらく続いたある日、S は少女 A にそう命令し、珍しくその部屋を出て行きました。彼が部屋を出たのは、車が家の敷地内に入ってくる音を聞いてのこと。ただいま、言われたもの買ってきたわよ。玄関に入ってきたのは S の母でした。監禁っていうからてっきりさ、もうイメージで一人暮らしだと思ってたけど、実家暮らしなの？そうなんですよ。これ意味わかんない。意味わかんない。お母さんも気づかないの？女の子が家にいることに。そうなんです。家に女の子いたんですけど、お母さんはですね、その存在に気づくことはなかったと言われてるんです。帰宅した母親に歩み寄ると、彼女が差し出した袋をひったくるように受け取った S。 母親はそんな S に恐る恐る尋ねました。ねえ、それ何に使うの？しかし S は何も答えず、2階へと続く階段を上がっていくんです。その背中を見送りながら、母はため息混じりにこう言いました。どうするつもりなのよ、スタンガンなんて。そう、彼女が S に手渡した袋の中身はスタンガン。店員に使用目的を聞かれた際、S の母はとっさに護身用とごまかしましたが、彼女も S がそれを何に使うつもりなのかは知りませんでした。息子が部屋で何をしているのかが気になり、階段を上りかけた S の母。しかし彼女は途中でその足をピタリと止めてしまうんです。この階段を上ったら私は殺されるかもしれない。内向的で外では友人も作らなかった S ですが、家の中の彼は暴君。高校卒業後、自室にこもるようになった S は甘やかしてくれた父親を汚いと罵って家から追い出し、その父が亡くなった時には葬式すらもボイコット。一方で母には暴力を振るい、彼のために買い出しをさせたり車を運転させたりと下僕のようにこき使っていたんです。そして S は何より自分の部屋というテリトリーに強い執着を持っていました。彼は母親が部屋に入ることはおろか、2階に上がることすら許さなかったんです。そんな2階から階段を伝ってくるのは凄まじい悪臭。 S はトイレや入浴を嫌がり、排泄物をビニール袋に溜めて廊下に放置していたんです。彼は重度の不潔恐怖症でした。気持ち悪いけど排泄物をビニール袋に入れて放置するやつのどこが不潔恐怖症なわけ？傍から見るとね、そう思うんですけど、この S の不潔の基準っていうのが他の人とはちょっと違ってたんです。というわけで本日のメトラキーワード、不潔恐怖症について。不潔恐怖症は強迫性障害の一つで、過剰なまでに不潔を嫌う精神状態のこと。この状態にある人は床に落ちたものを手で触れない、公衆トイレの便座を使用できない、目に見えない菌や汚れが気になるなどの脅迫観念から日常生活に支障をきたすんです。そして S に関しては自宅のトイレやお風呂を不潔だと認識していました。そのため彼はトイレでの排泄や入浴自体ができなかったんです。一方で自分の体の汚れや匂いは気にならず、服は年中同じものを着続け、傷んだら捨てて新しいものを購入。不潔さを嫌うあまり不潔な生活をする S の行動は矛盾しているように思えるんですが、神経症の症状としては珍しくないんです。 S と自分以外足を踏み入れることさえ許されないその部屋の中で、誰にも気づかれることなく閉じ込められていた少女 A。 監禁生活が9年の長きにわたったのは S の母が部屋に近づけなかったこともそうなんですが、何より A 自身がその生活を完全に受け入れてしまったため。最初はそうではありませんでした。お父さん、お母さん、
彼女は S がいない隙を見てはノートを取り出し、時間が許す限り一心に鉛筆を走らせていました。自分の名前、家族の名前、学校の名前、それらを書き連ねることで少女 A はどうにかかつての幸せな生活を忘れまいとしていたんです。しかしそんな A の理性もあまりに劣悪なその生活によって徐々に蝕まれていきます。 S は自身の独特な習慣を A にも強要し、用を足すのはいつもビニール袋の中。入浴も9年間でたった一度 A がベッドから落ちて体を汚してしまった時だけでした。食事は当初 S が自分の夜食を装って母親に弁当を作らせていましたが、途中からコンビニ弁当に変更。そしてあるタイミングで少女 A の食生活はさらに悪化していくことに。これは糖尿病の前兆だ。ある日 A の足にあざを見つけた S は慌てた様子でそう騒ぎ立てました。この日以来少女 A の食事は1日1回のわずかな量に。 S は一切運動をしないその生活で通常の食事を与え続けたために A が病気になってしまったと思い込んだんです。そこから A はみるみる衰弱し、一人で立って歩くこともままならない状態に。殴るならここを殴ってください。何の抵抗もできない A は自ら頬を差し出すようになっていました。というよりもそれは彼女ができる最後の抵抗だったのかもしれません。 A が頬を差し出していたのは S の拳が目に当たれば失明してしまうかもしれない、そう考えてのことだったんです。殴られるさなか声を上げないように自分の体や布団を必死に噛んでいた A。 彼女は次第にこんなことを考えるように。ああ、誰かが殴られてる。私じゃない誰かがかわいそうに。この頃にはすでに両手の拘束も解かれていましたが、もはや A に脱出などという考えが浮かぶはずもありませんでした。私が生きていける場所はこのベッドの上だけ。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。